こんにちは、ハルトです。9ナーチュリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現代社会において複雑な情報を分かりやすく伝えることはますます重要になっています。加藤諾外による伝わる土説化は情報伝達の新たなアプローチとして土セクの力を最大限に活用するための実験的なガイドブックです。本書は専門的な知識がなくても誰でも読解を作ることができ、伝えたいメッセージを明確にかつ印象的に伝える方法を丁寧に解説しています。情報があふれる今の時代においては、言葉だけで伝えるよりも視覚情報を加えることで圧倒的に分かりやすくなり、相手の理解や共感を得やすくなります。本書は単なる土説テクニックの紹介だけにとどまらず、なぜ土説が重要なのか、どんな場面で効果的なのかから丁寧く導入部分を説明し、さらに実際の土説作成のステップや読解を洗練させるためのコツ、失敗しやすいポイントなど、初心者から中上級者まで幅広く活用できる内容になっています。ビジネスシーンはもちろん、教育現場や個人的な資料作成にも役立つアイデアが満載です。加藤諾外の豊富な経験に基づいた解説と実験的な自力により、読むだけで読解力が格段にアップする一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、読解の重要性と基礎理論。本書の冒頭では、なぜ読解がこれほどまでに重要視されているのか、そして読解の基本的な理論について解説されています。人間の脳は視覚情報の処理が得意であり、文章よりも図やイラストを用いた情報が瞬時に理解しやすいという特性があります。この章では土説を正しく使うことで伝達効率が劇的に向上し、相手に誤解を生じさせずに内容を伝えられることが示されています。加藤氏は様々なシーンで読解が役立つ事力を挙げ、一般的なプレゼン資料からビジネスレポート、さらには社内コミュニケーションまでその可能性について考察しています。また、情報を視覚的に整理することで、話し手自身の思考や論点も整理され、目的に応じて土説のスタイルや構成を選ぶ重要性も解説されています。次に、読解の作成ステップとフレームワーク。読解を効果的に作るためには手順をきちんと踏むことが大切です。本書ではアイデアや情報を整理する段階から最終的な図に落とし込むまでのフローが細かく紹介されています。まず、伝えたいテーマやメッセージを明確にし、それを分解、分類するところからスタートします。その後、情報同士の関係性を据え出し、どのような読解形式、マトリックス、フローチャート、ベン図、ピラミッド図などが相容しいかを検討します。また、抽象化と具体化の技術を使い分けるコツや不要な情報を防ぎ落とす引き算の美学も重要視されています。加藤氏独自のフレームワークも紹介されており、誰でも迷わず読解を作れるようになっています。さらに、効果的なビジュアルデザインのポイント。どれだけ良い情報やアイデアがあっても、見やすいデザインでなければ伝わりません。本書では効果的なビジュアルデザインのコツや注意点が詳しく述べられています。例えば、色界の基本、フォントの選び方、レイアウトの黄金比などビジュアルの基礎原則が抑えられています。また、情報過多にならないように余白を生かすテクニックや時計の統一感を保つためのグリッド設計などの実験的なノウハウも多く紹介されています。視覚的ノイズを減らし、パッと見して理解できる美しい土説を作るためのアドバイスがふんだんに詰まっていますので、デザイン初心者でも安心して取り組める内容です。そして、様々な場面で使える読解の応用事力、伝わる読解化ではビジネスや教育現場、個人利用まで読解がどのように役立つかの応用事力を豊富に紹介しています。会議資料や提案書では曖昧な議論を整理し、意思決定をスムーズにするための読解の使い方、プロジェクトの進歩管理やタスク分担を分かりやすくシスガントチャートの力、また複雑なフローチャートを誰にでも理解できる方に翻訳する方法など、シチュエーションごとの使い分けも丁寧に説明されています。カマに
インフォグラフィックを活用することで疑似情報を紐でキャッチできる資料作成コツも解説されています。最後に、共感を得るストーリー性を持たせた読解図、単なるデータや事実を図で試すだけでなく、相手との感情に訴えるストーリー姿を読解に組み込むテクニックも本書の大きな特徴です。加藤氏は情報整理に忠実せずに、図に物語の流れや登場人物の関係、課題から解決までのプロセスを盛り込むことで、共感や納得を引き出す方法を提案しています。この章では、読解図を通じて伝えたいストーリーをどのように作り込むか、そのために必要な設計思想や構成要素を歴史しながら説明しています。ストーリー性を持たせることで、単なる情報伝達から心を動かす、訴求利の高い図画へと進化させることができるのです。結論として、本書伝わる図解化は、情報をより分かりやすく、効果的に伝えたいすべての人にお勧めできます。ビジネスパーソンはもちろん、教育現場まで生徒に伝わりやすい資料を作りたい教室や、日々の業務でプレゼン資料やマニュアルを作成する方、さらにコミュニティ活動や趣味の範囲で情報を共有したい方など、あらゆる分野で役立つ一冊です。本書は読解初心者でもつまずかないように、考え方から具体的な作成ステップまで丁寧に解説しているので、誰でも安心して読解力を身につけることができます。また、単なる技術知難数ではなく、ストーリー性や共感を重視したアプローチは、単なる資料作成の枠を超え、コミュニケーション能力の大幅なブラッシュアップにもつながるでしょう。他の雷術と比べても、加藤読解士の経験に基づく具体的な磁力や独自のフレームワーク、デザインのコツなど、実践的なノウハウが豊富に盛り込まれています。そのため、理論だけでなく、すぐに使える生きた技術を得ることができる点が本書の大きな強みです。購入すれば明日から記事検でき、読解図を武器に情報発信力、問題解決力、プレゼン力を飛躍的に向上させることが可能です。読解を視する者は情報社会を指す。そんな現代の非読書として自信を持っておすすめできる一冊です。ご資源いただける場合は加藤読外、ポッドキャストの説面々に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。